訳してないやつ。難しい言葉で書かれてるんですね。自分が勝つ宇宙に切り替えちゃう。お互いにこの線をずらしといて。おお、すごい。ウィーバー。吉岡門弟100に他流派300の総動員。本日が宮本武蔵の命日となろう。始めるか。同一人物ですか？誰とですか？宮本武蔵ですか？私、宮本武蔵でございます。北米トレーラーはい。 1本流れました、あ、そうなんだね。はい、このウィーバー初制作、そうだね。そして太田孝之、うん初プロデュースがこの黒い武蔵なわけです、うん77分ワンシーンワンカット、うん10年くらい前にそれが、水面下でお蔵入りになってと、実は77分を撮るために稽古してたわけではなく、本当は10分だったんですよね。そう5分ぐらいをリアルにやろうということでやってた、練習してたんでね。もともと黒い武蔵っていう映画ではなく、ラスト5分間ワンシーンワンカットで撮りたいからっていうオファーだったんですよね。そう、はい、それが直前にその映画が潰れちゃって潰れてしまって、じゃあワンシーンワンカットで、一発勝負でやろうよと言って撮ったんですよね。そうです。木刀で、人の頭を殴る、目をつく、喉をつく、体に当てる、これ意外に誰もできないんだよね。いや、それはできないんですよ。その相手怪我させたらダメだから。そうだから1年まずは柔らかいスポーツチャンバラで、半年ぐらいかな、でもう絶対体に当たらないなっていう安心感をみんなに、その当時いたゼロスのメンバーにね、与えることによって、次は木刀に変えて、で当たらないねってなってって、俺が切りに行ってる時って隙があるから、その時でも頭殴ってきてみたいな、そういう映像とか撮って、で本当に練習中もなんかもね、大怪我はなかったけどね、乱戦だからね。要するに5分間のために1年間稽古したからこそ、プロジェクトが白紙になっても、せっかくみんなプロが集まってんだから、ワンシーンワンカットでやろうよと。最後の戦いのところはあれ UK の一発撮りだったわけですからね。でそれがもしダメならば、もうオクラだねっていうことだったんですよね。でその話を聞いて、僕はそこにドラマがあるなと強く思って、黒い武蔵を復活させようということで、頭とラストに、追殺して、映画を完成させて、無事上映が終わって世界にも届いたと。そうです。はい、ということで今日の企画いいですか？何でしょう？宮本武蔵を演じた坂口拓が五輪の書を紐解くという企画でございます。ありがとうございます。最近愛読書のようにずっと読まれてるじゃないですか。そうですね。その栗武蔵やってる時に五輪の書、その訳されたもの、すごく皆さんでも読みやすいもので読んだことはあった、なんとなくね。だけど僕の師匠って稲川先生なんですけど、もう一人ね、その名前は言えないんですけど、その詩に訳されてるものを読んだら、それは武蔵の言葉じゃなくて、その人が解釈した武蔵になるんじゃないって言われたのね。つまり今の自分だったら五輪の書を武蔵の言葉で読めば、自分に置き換えたちゃんと五輪の書の理解ができるからと
いうことで五輪書のこの訳してないやつ、ちょっと見せてくださいね。はい、だから難しい言葉で書かれてますね。原文のままですね。そうですね。でまあ難しかったらここにね説明してるところはあるけどね。要は自分なりに解釈していくってことなんですか。そう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 。冒頭ってじゃあどういう始まり方なんですか。それはこれですね。兵法の道2点一流と2.1流っていうのは宮本武蔵、有名な日本刀を持って二刀で戦うっていう、そのことですか。違います。二刀流、そう二刀流であることは2.1流じゃないんだよね。最後まで読めば分かるんだけど、例えば太田と俺が戦ってた場合ね、どちらかが死んでどちらかが生き残るわけじゃん。当時なんですね。当時は刀持ってるわけだから、つまり太田が勝つ宇宙、俺が、勝つ宇宙、太田が勝つ宇宙を見てるからこそ太田は来るよね。それで俺は負ける宇宙を太田に見せてるわけだよね。自分が負ける宇宙を坂口拓に勝てるなそうっていうイメージを僕に持たせるってことですか。だからその宇宙が存在して最後まで太田はそう思って俺に襲ってくるわけで、太田が襲ってきた時に、それを自分が勝つ要は宇宙に切り替えちゃう。それが2点でも俺自身現時点では、いやその坂口に勝てるわけないっていうところから行くので、その世界が出来上がらないじゃないですか。それを坂口拓に勝てるよっていうそのマインド作りからもう兵法は始まってる。そういうことだから太田は勝てないってまず思うんだったら、俺は逆に言うと太田の前に現れた時に、手と足折れて、交通やってくるわけよ。太田かかってこいって、それでも威勢よく言うじゃん。でも仲いいからいけないよね。そうすると太田は今度は怒らせたり感情をコントロールするっていうね。で太田が切りかかった瞬間にもう本当はピンピンしてるからね、刀を抜いてズバッと切る。相手が勝ったと思ったまま死んでるってことも多いらしいからね。俺自身はもう取ったぞと思ってるけれども、その時にはもう死んでるわけだから、死んで宇宙に行っちゃってるからね。それを2点一流、2点を自分の流れに持っていく、2点一流。それが極意であり、それが五輪の書で書かれていると。そうけどこれはね、五輪の書を読んだ自分の理解したあれですからね。その各々が感じ取るものだからね、武蔵の言葉を借りて自分が感じたことだから、各々違うと思うけど。で77分ワンカットワンシーンやった時に後半もう骨も折れて指も折れて肋骨も折れてボロボロで体力ももう限界だったんだけど、その時にセリフにはなかったんだけど、宮本武蔵マイルって確か後半もう40分超えたぐらいからに言ってたはずなんだけど、その時に本当にこう自分の体が軽くなってちょっと本当に幽体離脱したみたいな感じになって俯瞰で見てるような感じがあったのね。宮本武蔵参れ。あの時に本当に俺なんかまるで宮本武蔵が代わりに戦ってくれてるような、そんな気がして、でその時にこう刀回し始めてね、初めてそんなこと練習でもやったことなかったのにね、でその円運動でねさばき始めたっていうのがあって、だからこそなおさらこの五輪の書っていうのを今読むと理解することが多いんだよね。五輪の書にはそういう集団戦のことも書かれてるわけですよね。はい、鹿の巻ね。実際にその鹿の巻を五輪の書で読んだ時に、分かるっていうのがあるんですか。あるもちろん。相手を切ってくる時はこっち回りで、だから栗正もね結構こっち回りだよ。じゃあなんで右がいいの。相手も刀を右手に持ってるわけじゃん。だからそしたら右に流れていった方が切れるの分からない。じゃあちょっとそれ一回剣持って説明しよう。分かりやすいと思う。タクチャンネル。相手はさ本当分かると思うけど右利きの人が多いよね。でやっぱ右で刀振るというイメージがあるでしょ。こっちだよね。片手で持って分かりやすく言うと、そうするとこっちから行くと左から行くと切られるでしょ。片手にしたら分かりやすいよね。つまり両手で持っててもイメージ的には右がやっぱり脅威なわけ。だから左から回っていくんだよね。こうやって右手に刀を持ってたらこっちに入ってたら切られるよね。
みんなそれは右の利き肘の人って右でこうやるのが得意だからね。だから相手が苦手な方に入ってきてるんだよね。兵法のところには右回りって言って書いてあったね。じゃあ、その冒頭にも書かれてた二点一流とは、っていうのを実際に剣術持って教えてください。その視聴者の皆さんに言いたいんですけど、2.1 流さっき言った世界っていうのは大まかな話であって、そのもちろん技でもあるわけよね。2.1 流二刀流の前にその10手術が得意だったわけよ。2刀を持っているように見せるってことも必要なわけじゃん。2刀、要は2つの刀を持っているからね、昔は。本来は例えばここに脇差しがあるとするじゃない、例えば芦田が襲ってきたこう瞬間に投げたりもできるわけじゃん。投げてから切るっていうね、これも 2.1 流なわけ。まあいわゆるね、太田こうなってるわけだ、昔のお侍さんは、で抜いてないわけだから芦田としてりゃ楽だよね。楽ですね。芦田はもう取ったと思うよね。もうそうですね、僕の方が早いと思いますけどね。でファーって言った瞬間にこう投げちゃうわけよ、パーンって。その時武蔵は、わざと誘うためにわざと抜かないわけよ。脇差しを投げたいがためにしてたってことですか。そうそのために抜かなかったってこと。抜かないの。でもそのままパーンって抜くからパーンチーンってなるよね。その瞬間本当にバーっていう感じよ。じゃあもうそこからその脇差しを投げるためにもう誘いで誘導してるんだ。しかもまあもちろん多人数戦とかでもそうじゃん。太田とか絶対警戒しないだろ。こうやって俺が芦田とこうやってたらこう芦田とこうやってるじゃん、で手かけたら芦田も今度来ないわな、抜くと思うから、けど太田なんて絶対に今安心してるじゃん。安心してるね。その瞬間抜いたらガーンってね。確かに今俺襲いかかって取ったと思った時に投げられるでしょ、これも 2.1 流なわけよ。なるほど。常に2で考える。そのもちろん刀の右手左手で不規則な違う動きをする、その技もある。それは映画で僕が披露するから、そこで見てくださいっていう。そのやっぱり手の内を明かさないっていうのは、もうマジシャンが種を教えないのと一緒なんですか。そうだから武術家でどんどん技を提供していくと、その人は全部種を明かすことになるから、実際弱くなってくるんだよね、武術家っていうのは。だから必ずしも生きるか死ぬかの戦いに正々堂々というものを成立しないんだから、そこはもはや殺し合いであり、お互いの志すものの戦いなわけだから、その時に卑怯っていう言葉がないじゃん、武蔵自身がそうじゃない、小次郎とね戦った時もつばめ返しっていうものがね、あまりにもすごいでしょ。けど情報をちゃんと手に入れてつまみ返してこうやるんだ。物干し竿っていう長い刀使ってた、だから自分はもっと長い勃剣を作ったわけよ、だからそれで卑怯とかじゃなくて、それが全部含めてなんだよね。正々堂々バンバンやることじゃないんだよね。でこう振り上げるとさここに来るに当たらない。例えばこう芦田とこう構えてるのがあるじゃない。ちょっと待ってくださいね。で芦田ちょっとこう切りかかってきた時とかにもこれも切ったよね。腕ズバッて切ったよね。今何が起きてますか。腕切っただけです。もう一回やっていただけます。こう構えてて芦田来た時にもこれで切ったね。右と左での手の使い方が違うんだよね。だからこれは2点なんだよね。右と左で2点。もう一回いいですか。じゃあ手だけ映しますよ。じゃあ来てこれ。もっと言うならばさ、例えばちょっと振り上げていい？ゆっくりね。足だけちょっと来て。振り上げたらこうだよね、お互いに。ほら。そうじゃなくて今みたいにここの線をずらしちゃう。左で加速させるんだよね、刀を。振り上げずにして。実際に刀だからもう静脈ピュッて切っちゃっただけでもう勝負ありますよね。だってもうこのコースじゃん。太田がこう来たからさ、襲ってきた時にもう線はずらすからね。ここにいたら切られるからね。この後太田が振り下ろせば俺ははい死んだってなるからね。線をずらしてお互いにこの線をずらしといて。おおすごい。今俺はここにいたら太田切られるよね。このままこういくわけよ。
確かに、あんまおごりがないでしょ。確かに。それはこの右と左の使い方が結構キーな、だから意外にクリムサシ見てても、実はこのスコーンってやってるんだよ俺。だけど実は 2.1 流の使い方知らなかったから、今だからもっとスピードも上がってるし、もっと加速してるから、本当に見えないうちにバタバタバタって切っていくと。ちなみにこれはね、タクちゃんクリムサシの時にね、作った刀でございます。みんなのね血があるから手が真っ赤になるっていうね。ここにねサムネ皆さん貼ってますんで、この宮本武蔵の刀を稲川義孝と作ってみた動画見直してください、ということで、このシリーズをね、五輪の書を紐解くシリーズっていうのを、どんどんねまたやっていって視聴者さんに教えていきたいなと。そうですね。まあ視聴者さんのためにあくまでも俺が読んだね中の答えだからね、人それぞれにあると思うんですけど、でも宮本武蔵を演じた人間が五輪の書を紐解いていくって面白いんで、面白いですね。シリーズ化してどんどんやっていきましょう、ということで本日はありがとうございました。ウィーバー